皆さんこんにちは。写真家の井上博樹です。今回の写真表現ゼミはソニーの E マウント α 約10万円台のおすすめレンズと題してお送りしていきたいと思います。この数年でソニーの E マウントユーザーが飛躍的に増加しています。このゼミに参加いただいている皆様の中にもきっと E マウントユーザーがいらっしゃることでしょう。中には購入時に同梱されていたキットレンズを今も使い続けている方も少なくないと思います。キットレンズは安くて便利な画角なものが多くて、何を撮りたいのか漠然としている方にはうってつけのレンズと言えるでしょう。しかしながら写真を見る目が肥えてきたり、撮りたいものが明確になってきた時にその画質に物足りなさを感じるかもしれません。だからといっていきなり20万円とか30万円クラスのレンズを購入するのは少し躊躇してしまうもので、そこで今回は井上が使ってきたレンズから10万円台で導入できる素敵な写りのレンズを4本、それぞれのレンズを使用して撮影してきた写真とともにご紹介します。まずご紹介するのが 24mm から 105mm までの高解像標準ズームレンズ。価格こそ今は10万円台半ばを超えるのですが、キットレンズに比べて驚くほどの解像感を楽しむことができるレンズです。また手ブレ補正機能も内蔵されているので、特に望遠側の手持ち撮影の時も安心感が大きいのが特徴と言えるでしょう。さまざまな風景の撮影で活躍をしてくれたレンズです。実際に作例を見てみましょう。 24mm から見てみましょう。普段使いのズームレンズの広角側が28mm や 35mm で始まるのではなく、さらに広い 24mm から始まるというのは使い勝手がぐっと良くなります。こちらは北海道美瑛町にあるライトアップされた青い池。5秒という長時間露光の間にフラッシュも光らせて、1枚の写真の中に激しく降る雪の奇跡、これと写し止められた雪玉ボケ、見えますよね。フラッシュでピカッと光った時のこの雪玉ボケを同時に収めています。2枚目のこの写真、新緑の頃の北海道庁旧庁舎の赤レンガ庁舎。このレンズは風景や建物を撮るときによく使ったものです。撮影現場によっては撮影者の立ち位置が制限されていることもあります。そういった場所から期待する構図を得るためには、こういった幅広い焦点距離のズームレンズというのはとても便利です。またこのレンズは10万円台後半ぐらいで今は販売されています。この価格の割によく改造するという点も非常に魅力的だなと思います。右下の赤枠で囲った部分を拡大してみましょう。こんな感じ。少々薄暗いところを拡大してしまいましたが、なかなか良い解像感だと思います。掲示物のタイトルの文字も読めるでしょう。キットレンズよりは高価ですが、最高峰の G マスターレンズの半額ぐらいの価格だというのによく改造するという点はとても魅力的です。このレンズの最大の特徴は望遠側が 105mm だという点にあります。望遠端を 70mm あたりにしている標準域のズームレンズが多い中で 105mm というのは余裕があって使い勝手がとても良いです。こちらは僕が定点観測を続けている白樺ラインダンスの林。白樺が葉を落とす前の1枚です。105mm で撮影をしています。せっかくですから望遠端の 105mm でも一部を拡大して見てみましょう。この赤枠の部分ですね。こんな感じ。白樺の葉の一枚一枚が見えています。ソニーの最高峰レンズ G マスターレンズの半額にしてこの解像感。悪くないですよね。そしてこの解像感に先ほどご紹介した 105mm という余裕。実に使い勝手が良くてコストパフォーマンスに優れたレンズだなというふうに思いながら毎日使っていました。2本目に紹介するのが16mm から 35mm までの F4 投資の広角ズームレンズ。キットレンズには実現できない広い画角を得ることができて、写真表現がぐっと広がります。少々解像力不足が否めませんが、それでも価格との関係ではバランスが取れていて素敵な写りと言っていいと思います。実際に作例を見てみましょう。広角端の 16mm で撮影したのがこちら。虹は時間帯によって大きさが変わります。太陽高度が高いお昼を過ぎればどんどん虹は大きくなるので、風景と虹の写真を撮るためには 16mm あたりの広角レンズが欲しいものです。キットレンズにはないこの画角。使ってみると写真表現が広くなって楽しくなることでしょう。では次の写真。望遠画を使いがちな飛行機の撮影ですが、
広角側を使っても面白い絵が撮れるものです。雪の丘を越えて着陸しようとしている飛行機のお腹を雪レフがしっかりと照らしています。飛行機のお腹明るく見えてますよね。さあ、この写真の赤枠の部分、ここをね拡大してみましょう。リベットの一つ一つとまではいかないものの、それなりに改造しているのがわかります。もちろん最高峰の G マスターレンズの1635の最新型というのはもっと改造していて、もっとオートフォーカスが高速かつ正確になっているので、それに比べるとやや古さが否めません。しかしながらそんな高級レンズのおよそ半額で導入できるという観点から見れば、まあ納得できる感じかなというふうに思います。ズーム端の 35mm はいかがでしょうか。16mm や 24mm だと歪みが目立つことがありますが、これぐらいの画角だと風景の歪みは大きく減っていきます。大沼国定公園で大沼と北海道で指折りのかっこよさを誇る駒ヶ岳を撮りました。シャープな写りのザイスレンズとしての写りを楽しむことができます。虹も出てますよね。こうやって撮る一枚一枚がキットレンズによるものよりもずっと上質なものであるということに気づくことができると思います。さあ3本目いきましょう。ここからは単焦点レンズをご紹介します。35mm という焦点距離による画角はキットレンズでも得ることができるものですが、 F2.8 という絞り値は手に入りません。また画質という意味でもザイスの高画質さは G マスターレンズほどではないにしても目を見張るものがあります。実際に作例を見てみましょう。小さくて軽いこのレンズを旅先でのレンズとしてまるでボディキャップのようにねカメラに装着しておくのもいいかもしれません。沖縄のある海岸を歩いていた時に出会った猫。このレンズはコントラストの高いザイスならではの写りをする一方で、キレッキレに写るわけでもなく、ほんのり緩いシャープさがこのレンズの特徴だと思います。動物を撮るとなんだかちょうどいい緩さに映ってくれていて素敵です。菜の花畑を越えて仙台空港に滑り込むボーイング737を撮ったカット。優しくボケた手前の菜の花、ほどほどにシャキンと映る飛行機、この程よい落差がこのレンズの気持ちよさなのかなというふうに思っていつも使っていました。こちらは僕がアジトにしている札幌の丸豆コーヒーで撮ったお気に入りのレモネード。このレンズのボケ味を感じていただける一枚かと思います。ピントが合っているレモネードのグラスやストローはそんなにカリカリではありませんよね。そう、このレンズは優しく映るのです。ちなみにこのレモネードは夏限定メニューでして、幻のミートソース同様にいつでも注文できるわけではないということを必ずここで言うようにと店主から言われてますので、ちょっとだけ付け加えさせていただきます。さあ4本目いきましょう。そろそろ単焦点レンズをとねお考えの方もいらっしゃると思います。そんな方への一番のおすすめはこのザイスの 55mm の F1.8。いわゆる無印の 50mm の F1.8 レンズに比べて価格は3倍ですけども、写りはその分しっかり上質になっています。3倍もするのなんてね思われる方もいらっしゃると思うのですが、安心してください。無印のレンズの10倍の価格帯にある 50mmF1.2 の G マスターレンズもあるくらいですから、この3倍というのは可愛いものなんです。ソニーの E マウントの 50mm のレンズは3万円台で入手可能な F1.8 の無印レンズを筆頭に F2.5 の G レンズ、F1.4 のザイスや G マスターレンズ、そして最高峰 F1.2 の G マスターレンズなど多くの選択肢が用意されています。それぞれに強い個性があって価格も大きく異なります。ここに 55mm の今回紹介するこの単焦点レンズを含めても良いのかなと思っています。ちょっとね 5mm だけ違いますけどね。この 55mmF1.8 のザイスレンズは10万円前後で販売されているので、これらのレンズの中では2番目に安いレンズです。実際に作例を見てみましょう。この写真は広島県の鞆の浦を見下ろす高台での一枚。ボケが優しくてピントがあったところはしっかりとシャープに映るという標準域単焦点レンズとしての性能はまずまずと言えるでしょう。玉ボケにはよく見ていただくと年輪のような、あるいは玉ねぎのような模様が見えていると思います。僕はあまり気にせずに様々なシーンで使っていたのですが、玉ボケにこだわる方には苦手とされる方がいらっしゃるかもしれません。ピントがあったところとボケの落差の雰囲気を玉ボケの傾向と合わせて感じていただけることと思います。
優しいボケを楽しむことができるこの単焦点レンズですが、少し絞って風景を撮ってみるとどうでしょうか。若い白樺の森を撮ってみました。カリカリとした雰囲気に映っていい感じですよね。優しいボケとカリッカリという2つの顔を持つレンズだと言えるかもしれません。F1.8 の明るい絞り値がこのレンズの大きな特徴。これにより低照度、暗い環境でも光を取り込むことができるので、ひどく高感度の設定にしなくても夜間や薄暗い森の中での撮影がしやすくなります。夜の散歩撮影にうってつけのレンズと言えるでしょう。この1枚はいつもは向こう側からなかなかこちらの街灯に照らされるところまで出てこない子狐でしたが、車通りが減って静かになるとそーっと出てきてくれました。もし F2.8 のレンズだとISO は12500、F4 だと ISO は25000まで上がってしまうので、なかなかこのような写りにはなりません。今回は井上が使ってきたレンズから10万円台で導入できる素敵な写りのレンズを4本紹介してきました。今僕はこれらのレンズを F2.8 投資の1635や2470の G マスターレンズに置き換えていたり、55mm の F1.8 のレンズは 50mm の F1.4 の G マスターレンズに置き換えをしてさらなる高画質を得ているということを公正さのためにお伝えしなければいけないと思います。とはいえ今回ご紹介したレンズは僕の一時期の写真表現を支えてくれた素敵なレンズであることに変わりはありません。それぞれのレンズが持つ個性を皆様が進みたい写真表現の方向性、そして懐事情という切り口から検討してキットレンズからステップアップしてみるのも楽しいことと思います。このゼミでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方はいいねを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。